結構、いいボール投げてても、150キロとか140キロ近く投げてても、この人差し指はい。に豆ができちゃう子がいたりするんですけど、お前や。中指、なんかあ、今あれでしたっけ人差し指って言ってましたっけ？人差しはい。人差し指ですね。指の内側人差し指の内側か。これね、中指にでき始めるともっと良くなります。うーん。はい。なるほど。握りで言うても、中指の方が長くて、うんです。最後の最後までボールがかかるはずなんです。完全に開内できると中指にかかるっていうことですかね。あ、そうですね。はい。その変化も見られてると、もっともっとボールの質も上がってくると思うんですけど。はい。なるほど。うん中指できたことない。うん。そうですね。中指側に来るのがいいですね。一番、界内がしっかりできてくると、引っかかってくると。そうですね。ほな、実際、フォームとか見せてもらいましょうか。はい。そう。とじゃあ、ちょっと、ここでやりますんで。あ、はい。やってみどうですね。ここで。うん。画面逆にできる。あ、そう。これで。ほうほうほう。うん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 。ありがとうございます。です。どうすれはい。ばクイックのフォームと、今はい。のフォームで、テイクバックの間合いもちょっと確認したいので、クイックで今度投げてもらってもいいですか？ OK です。うん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 。ありがとうございます。投げてる感覚で、動作的にはどんな感じがしますか？そのクイックと普通に投げてるときと。はい。なんすかね。キャッチボールじゃないな。練習の時は、そんなに差は感じないんですけど、試合の時にいざなって、セットになってクイックってなると、ちょっと、なんて言うんかな。指先にもかからんし、自分のイメージの中でも抜けていくようなイメージしか頭に浮かんでこんっていう感じがあります。あのまさともくん、完璧です。その通りのフォームになってるので、要するに、腕が間に合ってないんです。クイックの時は。なるほど。なので、リリースの、本来やったらここでリリースしたいんやけども、腕が間に合わへんくて、無理やり投げるので、本来のリリースよりも、手前でやっぱ力が入るので、最後一番力入れたいところはどうしても抜けてしまうし、無理やり投げてる感がクイックではあるんです。で、クイックの時にすごく気になるのは、軸足の膝が曲がってます。おー。軸足の膝が普曲がる。通に投げてる時は、はい。軸足まっすぐなんですけど、ここが。はい。はい。でも、クイックの時は、もうちょっと曲がってますね、最初から。あで、こっから行ってますね。ははは感じでは。言うと。なので、これまっすぐで投げれてるんですけど、クイックの時は、今さっきもちょっと曲げてから行ってます。あ。あああ、なるあ。なほど。るほど。で、軸足の使い方がそもそも違うのと、あとは、テイクバックもやっぱ違いますね。もう軸足が変わると、全部連動して動作変わってしまうので、なるほど、なるで、ほど。最新スローイングで言うと、かかと指導っていう言い方をするんですけど、右足の軸足のかかとに一旦入れてから体重移動するんです。うん。すると、この軸足の使いやすさがもう全然変わってきてて、軸足がちゃんと使える状態のフォームに、勝手にスイッチが入るんですけど、要するに、こっちが右足で、こっちが左足だとしたら、
左、右、左組のこの、ピッチングフォームでもこの体重移動が大事なんですけど、最初左に入ってる。で、それがポーンと右に入って投げるってこのリズムはいるんです。はい。あで、本来やと、今クイックの説明しますね、今から。はい。左足に体重を乗せてます。これを抜きます。ほな、勝手に軸足に入るの分かりますか？ああ、はい。今、あれですね。正友君の場合は、右に乗せてるんです、最初から。ですね。はい。で、ここから投げに行ってるので、要はこの自然な体重移動が生まれてないんですね。なので、左足に体重乗ってる。で、これを切るだけで右に入るので、うん。かかとに入ってから体重移動すると、下半身は、普通に投げてる時と同じように使えます。なるほど。なるほど。で、ピッチングフォームも、セットするときに、ふみふみしながらセット入るピッチャーとか結構見受けらあれたりしますし、そもそも軸足のかかとを上げて踏み込んでから左足を上げる選手も結構いるんです。いますね。あはい。はい。それも完全この足組みのこの体重移動をピッチングフォームにつなげるために意図的にやってます。指導で。うん。はあ、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 はで、あ。ルール的には、軸足のかかとを上げて、踏み込んだ時点でもう投球動作始まってるんで、そこうん。から牽制はしたらあかんのですけど、うん。うん。うん。ランナーいないと当然できますし、ランナーいてても別にホームに投げるのには全然問題ないので、うん。うん。結構甲子園見てても、そういう風な足の使い方してる選手が結構いますね、そもそも。いますね。はい。やし、今、実際ちょっと意識して、セットの方もやってもらっていいですか？足やって。そうそうそう、セットで。曲げるなって言ったね。今もうね、若干曲がってるんですよ。これがいいです。今のでまっすぐですね。軸それで、足が。今は曲がってますね。おー。普通の立った状態が。これがいいですか？そうですね。ああ、そうか。うん。まっすぐ気をつけしてもらっていいですか？まっすぐ気をつけ。はい。今まっすぐ気をつけしてますね。そのはい。今の膝の位置と、ちょっと投げようとしたときに、この膝がお父さんちょっと前に出ると思うんですよ。うん、出ますね。普通にセットしてみて。もうこの時点で、かかとに入らんくて、重心つま先に入ってるんですよ。うーん、うん。なるほど。で、今ちょっと一回だけ普通に投げてみて。セットでいいですか？いや、ワインド、セットでもいいし、ワインドアップでもいいし、どっちでも。ここ、ピュンって一瞬伸びるタイミングがあるんですけど、軸足がですかね。軸足が。はい。そのタイミングで、普通のピッチングの時はかかとに入るんですよ。はあ、はあ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 。あ、この時に入る。出ていってる。ああ、この時にうん、うん、そうそうそなるほど。なので、軸足の使い方の指導から、クイックと普通のフォームが変わってしまってるので、う。そこから、テイクバックももちろん違うんですけど、そうん、うのん。軸足が違うのにテイクバックだけ変えても、やっぱり連動で言うたら、ちぐはぐになってくるので、軸足のその感じを一緒にして、改善して、今度テイクバックに行った方が、セットは良くなりますね。なるほど。はい。よくチームで言われるのが、はい。セットになると、はい。抽出が全然違うらしいんですよ。はい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 。対ヒット打たれるのもセットからなんですよね。うんうんうんうワインんうん。ドアップの時はほとんど打たれてないんですよ。なるほどなるほど。で、差し込めてたストレートがもう全部セットになると打ち返されちゃうっていう。はい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 。もう完全に、あれですね。
その軸足の使い方ですね、一つは。はい。で、僕もで、お父さんから動画送っていただいた時から、ええ、これセットテイクバック間に合わへんのちゃうかなってちょっと仮説を立てながら今日にはい。至ってる感じで、で、本人さんのね、感想もそうやし、僕が今見させてもらっても、やっぱり仮説通りやったので、なるほど。はい、それがなるとまた劇的に良くなります。クイうん、ックのボールが。なるほどですね。はい。で、これ、ワインドアップの時は問題ないわけですか？問題ないですね。ほう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 。なるほどですね。はい。で、よで、く普通、お父さん見といてもらっていいですか？で、今普通に投げてみて。ワインドアップでもいいです。うん。今のタイミングでまっすぐなってるんですよ。ほう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 ほお父さんもう一回いきますね。う。ん、今。あ、なるほど。で、その僕が今って言ったタイミングで伸ばしたときに、その膝の位置から、膝は、サードベース側にずれないんですよ。なるほど。はこい。れが、なかなか難しくて、うん、素晴らしい技術を、正友くんがそもそも持ってるんですけど、ワインドアップの時は。なるほど。ただ、セットした時には、もうそもそも膝が前に出ちゃってるので、ああ、外回りしてるってことですかね。膝自そうで体が。すね。要は足の、使い方って、かかとから入ってつま先に抜けるって、これ歩行のリズム、歩く時も。ああ、そうです。はい。なので、かかとから入ってつま先に抜けて蹴る方が、やっぱりしっかり蹴れるんですよ、足は。ええ、でも、セットの時は、膝が前に出て、つま先立ちのまんま蹴りに行ってるので、やっぱり軸足使えないですね。なるほど。要は背伸びした状態からスタートしてるみたいな感じです。ああ。セットはそれが近いですね。感覚では。うん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 、で、いつも通り、まさともくんセットの姿勢取ってもらっていい？いつもみたいにセットの姿勢。むっちゃ膝前出てるでしょ。出てますね。はい。でもこれつま先なんですよ、重心が。で、このまま投げるんで、かかとに一切入らないんです。はあ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 。で、例えばセットは曲がっててもいいんですけど、はい。いや、その左足を蹴った瞬間に、かかとに重心が入るとまた変わります。本当に。あ、そうです、そうです。どうですか？そうですね。それでちゃいますね。おー、要するにね、かかと体重って言い方をあえてしてなくて、かかと指導って言ってるのは、その指導のタイミングでかかとに一瞬入ると、あとはそのかかとに置き続ける必要ないんですよ。ああ、そうなんですね。で、指導っていうのも、始まる動くで指導って書くので、はいはいはい。ああ。もうあえてかかと指導って言ってない、かかと体重って言ってないんですよ。はあ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 。なので、軸足使うためには、体重移動の瞬間にかかとにポーンと入れて、軸足を使いやすい状態にしていくんですよね。うん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 だからそもそもまっすぐしといてもいいですし、本人さんの投げやすい方で工夫してもらっていいと思うんです。もう。で、移動を開始するときにかかとに入っておけばいいってことです。そうです、そうです。右足蹴れてません？さっきより。あ、でもそうかもしれないです。右足がもう前にボーン出てる感じがするんで、見てても。さっきより。ああ、確かに出てくるですね、こっち側が。うんうん。その分使えてますね。軸足が。あ、うん。出てくる。うんうんうん。うん。なるほあと、ちょっとした豆知識なんですけど、はい。クイックの時に、この指導のタイミングが、左足にちょっと重心を置いてます。これを前に抜いた時に右に入りますでもう投げに行くんですけど、
このかかとの始動のこのタイミングは、足上げた時にも必要で、足上げますと。はい。行く瞬間に、よくこの踏み込み足をこっちに蹴れとか、こっちに蹴れとか、まあ言うたりするんですけど、このまま投げることはあんまないじゃないですか。はい、そうですね。これを伸ばし持っていくときに、なぜはい。伸ばした方がいいか言うたら、伸ばしたタイミングでかかとに入るんですよ、自然と。重あ、心が。なるほど。足を前に出したら、体ってバランス取るために、重心は後ろじゃないと倒れますよね。うん、うん、うん、うんうん。そういうことか。はい。で、それはまあまあ、正友君上手いので、もともと、正友君の場合はあんまり意識しなくていいんですけど、やっぱりその体重移動の時にはかかとに一旦入れてから行くのが、やっぱりセットの時も、ワインドアップの時もいいよねっていう話です。ああ、うん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 。なるほど。もうこのはい。指導ってことはもうセットして前に出ていく瞬間だけでいいっていうことですか？もうあ、そうです、着地のそうです。瞬間の時何も考えない方がいい。そうですね。で、まあ、選手によるんですけど、はい。例えば、左足を踏み込むタイミングで、左の腰が、例えばはい。踏み込むときにもう開いてしまう子なんかは、はい。はい。軸足のかかとが動くのが早いんですよ。なるほど。はい。体の構造的に。なのうん。で、できるだけ軸足のかかとはついたまんま我慢して、踏み込むというアドバイスをした方が、腰が開かずまっすぐ降りれる選手も多いので、うーん。まあ、その選手の動作感覚でアドバイスの仕方は変えるんですけど、なるほど。結局やっぱりかかとに入った状態でまっすぐ降りていって、かかとからつま先に入るような形で蹴っていくっていうのがやっぱり軸足は使えますね、だいぶ。うーん。で、結局、右足の軸足が使えないと何が起きるかというと、はい。体のこの傾きも変わるんで、うーん。うん。うん。リリースの位置もそもそも変わるんですよ。なるほど。軸足をしっかり回して蹴ることによって上半身も回るので、今までここまで回って振ってたのに、ここまでしか回らず振ることになるので、体重もうーん。乗らないし、浮いちゃうし、みたいな感じです。なるほどですね。はい。ああ、確かで、に。ガニ股スローイングっていう練習は実感持ちやすいんですけど、なんかうん。動画で見られたことありますガニ股スローイング。はい。何回かやりましたね。はい。あ、この間。なるほど、なるほど。それ一回やってもらっていいですか今。はい。64で、ガニ股で。うん、64で抜いた瞬間に左手内旋させるってやつ。そうそうそう。投げる。うん。あ、遅れてる。これをね、例えば実験的に、つま先立ちでやってもらっていいですか？こういうことですか？これ大そうそうそう。げさすぎる。そうそうそう。ああ、投げれ。そうやって今クイック投げてるって感じです。感覚的には。全然投げれ。力入らないですね。そうです、そうです。やし、当然ボールもそのセットの時、クイックの時にまあ打たれちゃうっていう感じです。なるほど。なるほど。んやし、結構まっすぐ立つことが大事やっていうアドバイスすることむちゃむちゃ多いんですけど、あ、プロ野球選手とかも、まずはまっすぐ立つって。うん。そのまっすぐ立つのはなぜ大事かっていうと、まっすぐ立つとかかとに入るんですよ。まあ、そうですよね。人間の構造上。あ、そうなんです。うん。虚骨っはていうところに重心が乗るんで、あ、はあ、はあ、はこれならそう、ことでしたよね。あ。うそうなんです。だん。からまっすぐ立てっていうのは、もっと専門的に言うと、その虚骨であったり、かかとの方に重心をこうポンと入れないといけないよって話です。なるほど。はい。確かにこうなるもんね。うん。そう。で、例えばもっと実験すると、はい。まっすぐ立ってもらって、行く瞬間に逆につま先に入れて、右の膝をね、サードベース側にね、ずらして投げてほしいんです。はい。立って、あ、おお。そうそう、それ、投げれますかそれで。絶対無理。そう。だから、それだけ軸足の使い方が大事やっていうことです。
うん。さすがに、こうなったら投げる。うん。でもセットの時はそもそもそうしてしまって投げてます。に近もい状態。ともとの、はい、もともとのセットは。それを大げさにしてもらってるだけなので。これほぼ一緒やもんね。そう。これか、こうか。そう。うん。セットの形は、やっぱ自分で見つけた方がいいんですか？セットの形は、もともとワインドアップで普通に投げるときは、すごい軸足の使い方もともと上手なので、その感覚をクイックで、出せたら、それでも十分です。あもともとワインドアップがまずい人は、そのワインドアップまでなんですけど、変えていかなあかんのですけど、もともとの軸足の使い方は上手ですね。あ。だけど、さすがにこれはまずいってことでうすね。ん。ああ、それまずいですね。うん。でも安い。そワインドアップと同じぐらいのレベルです。う。うん。で、本来あれなんですよ。セットから練習すると、その差はい。ってあんまりないんですけど、うん。あまりセットとかクイックから練習するピッチャーって本当に意外に少なくて、うん。